おはようございます。今日は渋谷の文化村っていう映画館に海が聞こえるっていうジブリの映画を見に行ってきます。その海が聞こえるっていう作品は今年公開された映画ではなくて昔上映されてたものらしいんですけれども、今期間限定で再上映されてるっていう貴重な機会らしいので、ぜひねこの機会に行ってみたいなと思って今日急遽行くことにしました。タイトルがもう海っていうのと、海なのに見えるとかじゃなくて聞こえるっていうその組み合わせとかがもうドンピシャでめちゃめちゃ好き好みだし、私はジブリ作品の中で耳をすませばと国立小坂からが好きなんですけど、それとちょっとだけ似たような雰囲気のものを感じるから楽しみです行ってきます。池袋着きましたね。見て、滝野ちゃんとなんと1時からの回は満席でしただから3時半からの回に変更にします。2時間暇になっちゃったので渋谷でやれることとか、隣の部屋に人引っ越してきたんで、その人へのお土産とかを買ったりして有意義に過ごしたいと思います。さっき何でも褒めてくれる人がいるのを見たから、その人のところちょっと行ってみようかなって思います。先にね、昨日引っ越してきた人へのお土産をスクランブルスクエアで選びます。サンリオのポチャッコのお土産を買いました。喜んでくれるといいな。ちょっと流れで動画撮れなかったんですけど、めちゃめちゃ褒めてくれました。まず表情、穏やかな表情で品があって、昔ピアノやってましたかみたいなことと、声がいいって言ってくれたの、マジでお世辞だとしてもめちゃめちゃ嬉しい。素敵な笑顔、この青空見るよりもお姉さんの笑顔見てる方がいいみたいな言ってくれて、うわよかったみたいなそんな初っ端でいきなり褒めてもらえるんだ。なんかこう、あなたが今頑張ってることなんですかみたいな言われて、それでこういうことやってますって言ってから、あ、そんなあなた素敵ですねみたいな感じかと思ったら、もうファーストインプレッションから、いや穏やかな笑顔、声もいいみたいな、嬉しいわ。毎週渋谷レッスンで来てるけど、どうしよう、せっかくこの時間に来たから、なんか写真展とかイベントやってれば行ってもいいなって思うけど、光栄とか今やってるかなとか思いつつ、結構2時間って時間あるから、タワレコに行ってみようかなって思います。私もね、音楽活動をやってるものの端くれとして、さっきも何でも褒めますっていうボード持ったお兄さんのところに行って、その笑顔が素敵だねとか声がいいねって言ってもらったんですけど、その本当にお世辞だとしても、今出会って分かることが笑顔と声とかね、見た目とかそういうことしかないから、だとしても声を褒めてもらえたっていうのはすごい嬉しくて、だから私音楽やってるから声褒めてくれたの本当嬉しいですって言えたのもすごい良かったな。待って待って、サラダとさ、佐野元春が隣に並んでんだけど。
やばいやばい。私もここの間に並びたい。すごい最高じゃない、山下達郎。うわーいいな。私もここの仲間になりたいな。待って、素敵。あきなちゃんもあるわ。さあ本春さん、すごい、こんなに目立つところにマジで素敵なアーティストだもん。隣には私がライブをやるときに参考にしていたザードのトリビュートバンドのサードアンダーグラウンドの CD が、アルバム、なんか示唆的じゃない？これもとてもいい、この並び。まあ悔しくはあるけど、私がこの YouTube 始めたきっかけがねザードだから。なんかでも想像できる自分のアルバムがここにあるの。自分でデザインしたジャケットと自分が今作ってる曲がね、今はちょっとミュージカルっぽい曲が多いけどポップスっぽいのもたくさん作りたいし、来てよかった。なんか想像できる、本当に。私もこうやってポップ書いてもらったり、自分の写真にサイン書きに来たりして、素敵。愛がいっぱいだ。すごい。ウィッシュっていいね。大切なアーティストですね、私にとって。この間知り合った子が好きって言ってたグループです、その子もこの人たちと奇跡があって、やっぱ人の勢いとタイミングと縁ってすごいと思います。チチャンウクって気候号のやってた人かな。ここら辺が NCT ですね。 NCT もね大好きな曲いっぱいあります。本当に聴きまくってた。コンセプトが好きです。私はね K-POP 聴いてた影響もあって、歌詞に韓国語とか中国語とか英語をね混ぜたものをたくさん作っていきたいなって思ってます。このレコードのフロア初めて来たかもしれない。知らない世界いっぱいあるんだよな。こういうのってもうほんと一期一会なんだろうな。すごい、カセットだ。ちょっとすごいよ。なんかすごい、音楽の世界の海ってどんくらい広いんだろう。109マグネットに移動してきました。私の少女漫画の中で一番大好きと言っても過言ではないピチピチピッチのポップアップショップがやってるみたいなので、そこにちょっと寄ってみます。ありました、ルチアちゃん。この間もね妹と会った日にピチピチピッチの漫画買ってきたんですけど、本当に大好き。ミュージカルに、なってほしいアニメだし、原作の漫画の中に歌があるし、ミュージカルストーリーみたいな感じで宣伝にも書かれてるしね、ミュージカルになってほしいし、その暁には私もぜひ出たいなって思ってます。素敵な展示があった。よかった、フラッと来てみて。なんだろうな、私が出会ったパワーワード。このアニメ気になるな。絵が好きだ。タルトタタンが有名らしいので買ってみました。なんだろうこれ、オレンジかな、全く分かりません。果物が乗ってます。めちゃめちゃ美味しい。見てきました。感想は帰ってから
言葉にしたいと思います。文化村で海が聞こえるを見てきました。まず思うのは同窓会のシーンとか見て、服装とか髪型とか、あとは人との距離感とかね、特に女の人と男の人のがお母さんたち、私の両親の世代ってこういう距離感なんだろうなっていうのを思いました。もちろんね、人によるし、そんな世代とかでひとまとめにできるものじゃないんだけど、私は憧れてるところもあって、お母さんたちの世代に、その20代を1990年とか89年とかで迎えてる人たちで、こんな感じだったんだろうなっていうのを感じましたあとは四国のね、高知が舞台なんですけど、私四国10月に行って、香川なんですけど、香川に行って、その時のことをね、ずっと思い出してた。香川に行ったのも自分にとっては特別なね、旅行だったから、その時の海が近くにある町ってこんな感じなんだなとか、お城があって路面電車があってアーケード街があってみたいなところとかを自分のね、旅行とかと思い返してて、それがすごい自分の思い出が蘇ってくるような時間でした。で、四国っていうか、その町が一つの存在になってる、ジョジョの森王朝とかもそうだけど、そこが高知っていう場所っていうことに意味があるんですよ。東京と対比してみたいな見方になっちゃうけど、どこでもいい街とか、そのフィクションの街とかじゃなくて、その場所が出てくる必要があるっていう、高知であることに意味が発生してる作品の中で、場に味がついてるっていう、それってすごいよなって思いましたおいおい、なんだすごいよなって。あとはこの映画のね、クライマックスにあたるシーンだと思うんですけど、音楽も一番盛り上がってたし、その同窓会の時に喧嘩別れしてた松野くんと森崎くんが会って、あの時はごめんなみたいな、でも俺もあの時初めてお前がリカ子のこと好きだって気づいたんだみたいなことを言って、二人で海を眺めてっていうシーンがあるんですけど、そこで私は好きだったんだっていうのを思って、どこら辺がっていう、分かんなかったんですよ。自分が作品を見てて、その作品に描かれてるその森崎くんっていう子がリカ子ちゃんを好きだったっていうその気持ちが読み取れてなかったのかっていうところに、はって自分に対しても作品に対しても、あれのどこが好きっていう態度なんていうのを思って、そこでめっちゃ混乱しましたなんでこのシーンでこんな音楽が音量もでかくなってるし、何このこれどういうことって思って、それって私だけじゃなくてみんなもそこで、あ、そうなんだってなるからこそこの音楽が盛り上がってるのか、私がマジでその恋愛模様に気づけてなかったのかちょっと判明しないんですけど、なんだろうな、作品のクライマックスに自分が入り込めなかったなって思いますっていうのがありますその困惑、自分に対しても、自分はね、歌を作ってるわけだから、そういう恋愛の機微とかね、敏感でありたいし、そういう芸術作品とかからも十分に読み取りたいんですけど、それ私気づけなかったんだっていうので、ちょっとねそのシーンは
こう消化しきれないまま続きを見てました。でそれに伴ってなんでこの今のね、私が知ってる範囲の世の中ではこんなにも恋とか愛とかが語られてて題材になってるんだろうって思いました。そんなにみんな恋愛の話したいって私が言うこと、私自身もそうだし、なんでこんなに虜になってるんだろうっていうのをめちゃめちゃ不思議に思いました。あとはそのさっきの感想でも言ったんですけど、その世代とか地域とかね、時代性とか地域性とか、これこれの世代はとか、この東京と地方はとか、そういう見方で作品を本当に見たくないって思いました。自分に対してね、本当に邪眼、絶対にそんな見方で作品を見たくないのに、そういう風に捉えちゃった。今回の作品は個人的な物語というよりも、その時代性と地域性のその集合を描いた物語だと思ってて、だと自分は思って、特殊性というよりもこの時代でこの地域に住んでるパターンの一つの例みたいな、そういう物語に思えてしまって、その見方ってマジで邪眼。本当にそんな見方をこれからね、文芸作品とか映像作品とかね、舞台作品を見てる時に絶対そんな見方をしたくないのになって思いました。だから私あと半年大学行くことにしたんですけど、文芸批評っていう授業を取ったから、そこでそのなんだろうな、批評家みたいな見方じゃなくて、ちゃんとそこに書かれてることを読み取れるようになりたい。私が今思ってるのは社会学的な見方を多分当てはめてるんですよ。現実世界のこの年代はバブルでこうでとか、この年代は東京と地方の四国の高知ではこういう差があってとか、そういうのを使わずに作品に書かれてるその個別のね、関係とかを中心に見れるようになりたい。そこに注目して感想を持てるようになりたいって思いました。あとはね、高知弁喋ってる、高知弁っていうのかな、喋ってるんですよ、登場人物の高知に住んでる子たちは。で、なんとかするろとか、なんとかちみたいな語尾なんですけど、それ聞いて、去年のね、ほんとちょうど1年前、ジャストで1年前に見た東映のムビステの仁義なき幕末の松田凌さんが演じてたね、坂本龍馬思い出して、それがね、ずっと脳裏にちらついてて、あれから1年かみたいな、そんなことも感じながらね、物語と自分の思い出の層とで2層で時間を過ごしたような上映時間でした。あとはね、恋とか愛とかは、タイミングっていうこともあるじゃないですか。でも絶対に違うなって思ったんですよ。ちょうどその日見てた自分のね、ツイッターのタイムラインにも、そのいつも自分が見てるね、好きな詩人の人のツイート流れてきて、なんかやっぱり恋とか愛ってタイミングだよなって流れてきたんですけど、それだけは絶対に違うって思ってて、でこの映画を見てもやっぱり違うなって思ったんですよ。だってそんなの関係ないんですよ、絶対。恋とか愛とかね、本物か偽物かなんて私にはまだね、そんなものがあるかは知らないんですけど、必要じゃないんですよ、絶対。愛とか恋とかにタイミングっていうのは。そんなものは必要ないし、この映画でもタイミングが合ってたのは、リカ子ちゃんが好きにならなかった松野くんの方なんですよ。最初に学校案内を任されたのも松野くんだし、
最初に同じクラスになったのもそうだし、図書館とかで偶然会った回数とかが多いのも絶対に松野くんなんですよ。だけどりかこちゃんは松野くんを好きになってはないですね。っていうように、根拠が別にたくさんあるわけじゃないけど、私は直感でタイミングなんてマジで重要じゃないし、むしろましてや必要なわけでもないし、全てがね、いいタイミングだと思うんですよ。そんなこと言ったら全部が全部その人とつながっていけるタイミングで動いてると思うんですよ。だからタイミングなんてね、さして問題じゃないよなっていうのをこの確信に変えましたあとはりかこちゃんにとっては東京から高知に行くっていうことは、その事情も含めて本当に不本意なことだったと思うんですよ。だけどだし、できればそんなことにならない人生が良かったような出来事だったと思うんですよ。だけどりかこちゃんはきっと高知に来なければ森崎くんとは出会えなかったって考えると、やっぱ一見良くないことに思えても、そうならなければ出会えなかった人っているし、本当に最悪だって思った先で出会うのが、一生の中で出会う人の中で一番大切な人っていう可能性があるっていう、そこの人生の不思議さみたいなのを感じました。あとはね、さっきも人ってっていうか、なんでこんなにも恋とか愛とかについてみんなは話題にするんだろうっていう、歌とかもそうだし、昔からある、源氏物語とかもそうだし、ロミオとジュリエットとかね、たくさんの映画とか、もう漫画とか、恋愛の話とかってすごい多いじゃないですか。そうじゃないものもあるけどね、もちろん。だけど、恋とか愛とかの話もたくさんある。私はね、恋とか愛とかの深みについて知ってることってまだ浅いけど、なぜかあなたのことをずっと考えてるとか、ただあなたに会いたいみたいな、本当に何気ない気持ちだと思うんですよ。突き詰めるとわかんないけど、なんか一緒にいたいとか、どうしても会いたいって、それってめちゃめちゃ何気ない理由じゃないですかなんかね、何かを任されてるとか、何か伝えなきゃいけない義務があるわけじゃないけど、なぜか会いたいっていう気持ちがずっと心の中にあったり、なぜかずっとあなたのことを考えてるっていう気持ちがあって、どうしても体も心もそれを無視できないっていう、その気持ちを言わなくてもいいのに、なんか言いたい、何か何とかして言いたいっていう衝動を抱えてるっていうのが、恋とかね、愛とかの一部だと思うんですけど、それって本当に何気ないことだと思うんですよ。だけどそれをせずにはいられないし、それがなんか人生の原動力になってたり、進路を決める理由になってたりするっていう、そんな小さな理由が、そんな些細なね、なんかあなたのこと考えてるんだよねみたいな、なんか会いたくて、一緒にいたくて、もう一度顔見たくてみたいな、それが本当に住む場所を変えるとか人生を変えるほどの理由足り得るっていうのが、それをなぜかね、相手に伝えたい
っていう言葉にはもしかしたらできないかもしれないけど、同じ気持ちだったらいいなみたいな、その些細な気持ちが相手と一緒であってほしいって願って、なぜか動いてる人間ってマジでなんか楽しいなって思ったんですよ。そんなことでなんか人生を進めていくんだみたいな、それが原動力で生きてく人間ってなんて楽しい存在なんだろうっていうのを感じました。そう、そんな感じですね。結構客観的に見てたかも。耳をすませばとかだったら、私はゴリゴリにしずくちゃんにね、感情移入して自分と重ね合わせて見てるんですけど、今回はりかこちゃんに感情移入することもなく、客観的に結構見てたかもしれない。風景みたいな感じで鑑賞してたかもしれないですね。そういう風に見る作品ってあんまりないかも、実は。いつも私は共通するところとかを探してたりするけどね。あとね、みんな声が素敵でした。エンドロール見たら関さんも出てましたね。声素敵でしたね。松野くん側からのこの同じ時間経過の物語も見てみたいとは思いますね。どっちかっていうと松野くん側からの方が見たいかな。今はそんな風に思ってます。また感想がね、これから深まっていったらいいし、さっき言った集合物語のパターンの一つとしてじゃなくてね、この個別のこの物語の特殊性とかを見ていけたらいいな、そういう風な見方ができるような自分になれたらいいななんて今思います。はい、また今日も長くなってしまいました。終わります。